さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。はい、今回は手術した腫瘍がどうだったのか、今のおっぱいの傷はどんな感じなのかっていうのを話していきたいと思います。前回に引き続き私自分で日本撮りをしているので同じ格好になってますけども、前回は入院の流れ、入院中どんな生活をしていたかっていうようなお話をしました。まだ見てない方そちら見ていただきたいなというふうに思います。改めて養生腫瘍っていうのは何かっていうと、良性のしこりのパターンもあれば悪性のしこりのパターンもありますよ。繊維腺腫という腫瘍と違ったもう一つの大きなパターンとしては大きくなりますよっていうような腫瘍ですね。繊維腺腫という腫瘍に関しては基本的にはあまり大きさが変わらないとは言われていますし、基本的には良性のものと言われてますけども、養生腫瘍の場合はやっぱ大きくなるし、良性か悪性かに分かれるみたいな、がんではないんだけどなんかそういったところになるっていうものです。じゃあ実際私の腫瘍っていうのが悪性なのか良性なのかっていうポイントに関しては取ってみないとわからないっていうような状態に今はありました。実際手術する前の段階で生検というか針を刺して組織を何箇所か3ポイントから取ったんですけど、その取ったポイントだけでは私の場合は、それで良性か悪性かっていう判断が 100% できなかったし、やはり大きさも3センチくらいなので大きさもあるし、さっき言ったように大きくなっていくものでもあるので、早めに取った方がいいっていうのもあって、取るに至りましたが、今これから病理の方に回しているので結果が出るのはだいたい1ヶ月後くらいになります。悪性って多分判断が早く分かれば多分もっと早めに連絡が来るのかなと思いますけど、もし悪性じゃなく良性の場合は多分急ぎということがないので、そのまま1ヶ月後に行くことになるんだと思いますが、私自身取った腫瘍を見せてもらいましたし、触りました。手術してすぐに手術室の中で目覚めたので見せてもらうこともできましたし、親も見せてもらうこともできました。実際の本物のこの腫瘍っていうのをしっかりくっきりというのは見れてません。なぜかというと、少し悪性の可能性も含めて脂肪も多めに取ったので、腫瘍自体は3センチくらいなんですけど、取ったしこりに関しては5センチあったかな、なんかちょっといびつながらも5センチくらいは長いところではあったので結構大きめに取りました。で触った感じは、脂肪があるので普通に脂身触っている感覚と、中にコリコリっていうスーパーボールみたいな感じの、私の場合はゴトゴトしてるわけではないのでスーパーボールみたいな感じのしこり、なんか軟骨のここみたいな、なんかそういうものがあるっていうしこりだったので、なんか人生の中で触ったことがないような感覚っていうものではありませんでした。でちなみにすごい鼻をつけて嗅いだわけではないんだけど、この距離感で触ってても匂いみたいなのもなかったですね。はい。で傷はやはり今胸に沿って縦とか真横に切るんじゃなくて、この下の方に私はしこりがあったので、ちょうどこの胸のこのたわみのところに沿って傷がこんな風にできています。ちょっとねグロテスクな感じがあるのかなと思いますけど、これが今後どうなっていくかっていうのはまた今後動画に沿っていこうかなと思いますが、痛みっていうものに関しては目覚めてすぐはやっぱまだ麻酔が効いている状況だったので、そこまで大きく痛みっていうのもなかったんですけど、やはり少しずつ麻酔が抜けてきた感じがあると黙ってる分には痛くないんですが、少しちょっと腕が当たって圧迫する感じであったり、または何か物を取ろうとして伸ばした時っていうのはやっぱり皮膚がどうしても突っ張るので、今も痛みというものがあります。ただ激痛かって言ったら別にそんな私は激痛ではなくて、はい、痛い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 みたいな。ただ私の場合は歩けないので、全ての動作が腕を使ったり
しなきゃいけないんですね。起き上がったり何にするにしても、車椅子に乗り移ったり。通常は制限かけなくていいのであればかけないでねって言われることがあるそうなんですが、私の場合は仕方ないから基本的には今は制限なしで動いてます。お風呂に関しても手術したのが4日の日です。で、退院したのが6日の日です。で、6日の日まではここを濡らすことはできないんですけど、上半身っていうか胴体に関しては洗えないけど、7日からは普通にお風呂入っていいよ。湯船に関しては11日からだけかなから入っていいよっていう風な感じです。なので私の場合そのがんっていうところも今のところではないし、リンパのところにも腫瘍がかぶってもなかったので、リンパを切除するっていうようなこともありません。なので手のむくみというかそういった麻痺みたいなしびれっていうのも今現在はありません。今この動画撮っているのは、月曜日なので手術して4日目ですけど、別にそういった違和感っていうのもありませんし、実際痛み止めを処方してもらったんですけど、今は別にこう飲まなくてもいいかなって感じです。入院中は飲んでたけど、手こうやって上げて痛いな突っ張るなって感じあるけど、日常でそんなもう痛くて我慢できないっていうことはないので、痛み止めは別にもらってるけど飲んでないっていう感じですね。で、こういうなんかやっぱり動きとか体操みたいなのはしてくださいっていうような説明がありました。皮膚が固まらないようにね、あるのかなと思います。で、あとは腫瘍以外にもちょっと喉がガラガラしてるんですけど、それは人工呼吸をつけるにあたってやはり喉から管を通してたので、そこの物理的な痛みというか傷みたいなのができて、ちょっとえへん虫、喉が枯れる、イガイガするっていうのは今も継続的に続いてます。私はそっちの方がね気になる。もともとこう喉が弱いというか扁桃腺とかも弱い人だから、こっから風邪になるっていうことはないのかもしれないけど、なんかこう喋ることが多い私にとってはすごいそのこのイガイガとかえへん虫みたいなこの感じが、どっちかっていうと個人的には今嫌だなみたいな感じです。はい、じゃあその腫瘍を取りましてこれで終わりかっていうと、まず抜歯っていうものはありません。今保護テープみたいな白いテープを貼っているんですが、これは自然に落ちるので、このまんまだし優しく泡で洗うっていうようなことになるんですが、まずだいたい1週間ちょっとくらいしたらまた診察に行って傷の状態を見ます。ただそれまでにある可能性としては再出血、縫い目からちょっと出血する可能性があったり、あとは水が溜まって、痛くなるかもしれませんというふうなことを言われました。これは傷の痛みかな、これは水張ってる痛みかなみたいな感じでこう触ってチェックしていますが、今のところそういった水の溜まりもないかなと思います。おっぱいの形に関しては今パッと見はなんかそんな変わってないと思います。今傷がどうしてもここにあって膨らみをしっかり確認はできないんですけど、でもこういう風に両手で触った感じはへっこんでる感、くぼんでる感、陥没してる感っていうのはないの、大きくはこうないので、ワイヤーなしのブラをつけていいっていうことだったんでブラつけてますけどパカパカしてるっていう感じもないので、そこまで胸の大きさもあれだけ取った折には変わってないのかなと思います。じゃあ別に胸を出すみたいなことも別にないから一番隠れてるところだからもうお嫁に行けないみたいな、なんかそんなテンションでもないかなと思ってます。はい、という感じで、養生腫瘍の腫瘍の摘出のお話をしました。はい、なんか皆さん気になることがあればぜひコメント欄でコメントしていただいて、動画で答えていこうかなと思うんですけど、この突っ張り加減っていうのもどれくらい変わっていくのかっていうのも、今後の動画でお伝えできればなというふうに思います。この動画が良かったなと思っていただけたのであればぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。